さあそれではやっていきましょう。まずねこれ見てくださいよ。オコゼが入ってた箱、これ魚屋さんもね注意書きするぐらい本当に危険な魚なんですよ。はい、じゃあこれがね改めて紹介します。オニオコゼっていうのかな、これは。まず毒の部分さえ取ってしまえば、あとはもういつも通りなので、まずそこだけね注意してやっていきたいと思います。その職人さんによってやり方は違うんですけれども、包丁でねここをこう V の字に入れて取る方もいますし、もう僕はねいつもこちらのねハサミ使ってやってます。この方がね早いんですよ。こうちょきちょきってやればねもうすぐ背びれの部分が取れますので、このねハサミを使ってやっていきたいと思います。そしてやる前に準備しておきたいのがですね、除去したねハサミで取った背びれ、これをね捨てなきゃ。おお、なんだこれ。おお、ホープフルステークス。ああ懐かしのね、あ、競馬ね、競馬大好きなのでね、はい、あ、すいませんね話が。でね、まずこの除去をした背びれをゴミ箱に捨てていいそうなんですよ。いいそうなんですけれども、そのまま捨てるとちょっと危ないのでね、なので新聞紙にくるんでいつも捨てております。じゃあ一度ねまずハサミで切ったものを見せたいと思います。刺さったことはないんですよ。刺さったことはないんですけれども、いろいろね情報を集めてると最悪な場合死に至るケースもあるそうなんで、このサイズだからねさすがに死ぬっていうところまでいかないと思うんですけれども、ただね手がグローブぐらいに腫れ上がったりとかしたり、あと嘔吐をしたりとかさまざまな障害が出るそうなので、ちょっと本当にね厳重にいきたいと思います。ちょっと一回ちゃんと見せないとダメね。こういう状態です。でちょっとこれカメラ見ながらだと危ないんでね、普段はこう寝てるんですよ。寝てるんですけれども、こう立ち上げるとこう出てきますよね、背びれが。ここが見えますか？これピント合ってるかな？ピントよーあっと、はい、これがね毒なんですよね。こう触る分には平気なんですけど、これをね上からこう、分かります？これを上からバチンとね触るとトゲが刺さって毒入っちゃうので、これはできないんですけどね。基本的にはこのオコゼっていうのはあまり海底で動き回らない魚だそうなんですよ。でこう砂の中にいたりとか、それから岩のところにいたりとか隠れて、このトゲをですねこう開けてるわけですよ。なのでダイバーさんとかが気づかずにこう触ってしまうと毒が回ってしまうと。で先ほど言ったように今日はねハサミで切りたいと思うんですが、こっちから切るじゃなくてね、これをこっちからねこう立てながら切っていきたいと思います。じゃあいきますね。わかります？いや実はねちょうど先週ねこのハサミ買い替えたばっかなんですよ。めちゃくちゃ切れるわ。めちゃくちゃ切れる。最高です。こんな感じ。まあ言ってた割には意外と簡単に取れてしまうと。で後でねここに包丁をちょっと入れますので、包丁を入れてここを除去したいと思います。でこれですよ。この忘れちゃうんですよ。ちょっと残ってるでしょ。こうやってね取り除くのを忘れる時がありますので、しっかりねやった後に確認してください。確認します。ちゃんと全部取れたかどうか。大丈夫ねというわけです。はい、じゃあ次いきます。じゃあ最後ねこっちもう一回これねこうしながらやろうかな。見える？これ怖いね。これカメラ見ながらやるの怖いな。だがしかしやりますよ。こうしてチョキとチョキと、はい、チョキでこれねチョキして、これがこのトゲがね落ちてきた時に手に刺さるケースもあるので、ここからちょっと怖いな。怖いけどこうやってちょっと皆さんに見せたいのでね、ほら怖いほらこれねわかります？これちょっと怖いからこっち行きます。やっぱね刺されたくないんだよね僕も。よいしょー。はい、確認と。大丈夫ね。はい、大丈夫。はい、これがねトゲです。わかりますか？ここに毒が含まれてるわけです。猛毒ですよ。そしたら先ほどのねこの新聞紙、これを敷いてこういう感じでね、でしっかり包んで、トゲなんでねこの貫通するので、これをねちょっとこう二重三重にして、はい、こうやってね厳重に包んで、あとこれをビニール袋か何かに入れてねくしゃくしゃにして捨てたいと思います。
今日はこのままですね、全部これさばいて、一つ今日作りたいのは、おこぜの唐揚げ。おこぜの唐揚げを作りたいんですけれども、身と骨に分けて、それで唐揚げにしたいと思います。身は通常の唐揚げ。そして骨は骨せんべいにして、頭の部分もね、バリッと食べれるせんべいにしたいと思います。今日も朝一発目、これのやついきますか。さあ、お手を拝借。さあ、さばいていきましょう。本日も食材に感謝をし、全集中で参りたいと思います。はい、というわけでね、そしたらですね、まずね、頭を取ってしまいます。それから内臓を取り出し、刺身を引く前までの状態にしたいと思います。この手の魚はね、とっても皮が柔らかいので、切れる包丁じゃないとね、ちょっとやりづらいんですよね。まず首を V の字に入れていきます。で、軽くやれば、こう少しずつ切っていくとね、内臓が見えてくるので、傷つけないようにいきます。はい、で、ここの首を落としていきます。引っ張っちゃうとね、こうやって取れるので、これもね、貴重な部位なんで、そして、卵が入ってたりするんですけれども、はい、はい、これ卵ね。という形でね、使える部位と使えない部位を分けていきます。掃除をしやすいようにね、中の部分をちょっと入れていきます。肝の部分を取り出すと。で、これが肝臓、見えますか？あとここ、後でちょっと水洗いするんで、ちょっとね、血合いの部分、包丁入れておきます。はい、こういう感じでね、頭も割ってしまいます。今日はこの皮もね、取っちゃうか。こんな感じ。これ今ね、完全に一人でやってるんですけど、やっぱね、一人やるとカメラワークも難しいですね。撮影できてるのかなって不安になりながらやってますからね。ほんとね、裏話ですけど、この前なんかね、こうやってさばいてね、散々撮影したんですけれども、終わってみたら撮影できてないっていう状態もありましてね。ほんとね、泣けてきましたからね、あの時は。もう何やってるのかなと思って。こんな長い時間かけて、それでね、こうやって一人で寂しく喋りながらやってるわけですけども、終わってみてね、撮れてないんかいって思っちゃいましたね、ほんと。そういうこと多々あるんでね。マジでカメラマンの方募集したいです、本当に。はい、こんな感じです。はい、じゃあ一度洗っていきます。もともとね、魚屋からもらった時に、泥ついてるんですよね。表面すごく汚れてるので、それはね、事前に洗っておいたんで、もうあと楽ですね。表面のぬめりも全くないし、ここだけですよ、ほんと。首の場所、付け根の部分、これだけ。よし、じゃあね、あと皮を剥いでいきます。こうしたら見えるかな。皮を剥いで、そう、刺身を引ける状態まで持っていっちゃいますね。この皮は、唐揚げにしちゃいます。これ腹火ですね。ここは毒は大丈夫。ただ、作業中に刺す恐れがあるので、まあ、先に取る方もいますよね。僕なんかはもうめんどくさいんで、後回しにして、最後いっぺんにやっちゃってます。まあ、魚のさばき方なんてね、人それぞれなんで、別に、ゴールは一緒なんでね、まあ、途中はね、やり方が順番が違っても気にしないでください。10人いればね、10人やり方違うので。今度はね、身を取っていきます。背からいってもいいですしね。逆に腹からいってもいいですし。ね。じゃあ今日はね、またいつものように腹背腹でいこうかな。じゃあ腹から。ガイドライン。一度線を入れて、こんな感じで。あと中骨に沿って、少しずつ入れていけば。このまま骨せんべいにしていこうかなと。いつもは油でじっくりとね、油だけでやってるんですけども、今日はね、もうすち込んでね、食べれる状態まで持ってっちゃいます。もうほんと楽ですよね。この、まあ言ったらオーブンみたいなもんなんですけど、いろんな作業をこなしてくれるので、とても助かってます。骨せんべいまで作れちゃうからね。
はい、こういう形ですね。よし、この骨はね後で叩いちゃいます。で、先ほども言ったようにこの腹のヒレとあと背のヒレ、これねちょっとこう削ぐんで、今度腹の骨このままやっていきます。あと刺身にするときはねここの薄皮も取りますので。ただ今日はねどうしようかな、全部唐揚げにしちゃおうかな。うちはね前も話したんですけど、おこぜ一式っていうメニューを出してるんですよ。おこぜ一式といって身は刺身として出して、そして中骨や頭の部分は骨せんべいにして出しています。これがね一番いいんですよね、おこぜ一式として味わうには。もちろんね、あとおこぜ人気なのは煮物とか、あとお椀なんかもね人気なんで、そういった出し方もあるんですが、まあ営業中でねスピードで出すにはねその2つが一番いい。刺身とね、揚げ物の2つが一番いいのかなと思ってやっておりますけども。そしたらこの薄皮を剥いでいきます。薄皮を取って刺身が引ける状態にしておきます。はい、こんな感じです。はい、こちらがね刺身の下準備が終わったものです。はい、でこちらが、はい、肝ですね。肝、これは茹でて肝醤油にします。でこちらが卵、これは煮付けにしてます。でこれ皮ですね。皮と薄皮、これは唐揚げに一緒に混ぜちゃいます。はい、でこちらがね骨せんべいにしようかなと思ってます。中骨と、アラですね。こちら、はい、アラです。カマとかアラとかね、はい、一式になります。はい、こんな感じです。じゃあこのままね骨せんべいにしていきますね。これはスチームコンベクション、これね、はい、これ使ってやります。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。今深夜の3時半を迎えております。今日はどうしてもさばかなければいけない魚がいまして、早起きをして店に来ております。でちょっと今日はね軍手をしております。さあなんでだ、そうなんですよ、今日はねとても危険な魚を呼んでおります。皆さんわかります？この時期春から夏にかけて手に入る、そう夏のフグと言われる魚といえばですよね。はい、ちょうどねさばくのは1年ぶりになります。それではねご紹介しましょう。猛毒を持ったデンジャーな魚、今日のゲストはこちらだ。ジアンドスン。はい、わかります？そうおこぜでございます。はい、背びれの部分、ここに猛毒を持っています。いかつい顔よ、見えます？岩みたいな形をしているので、海底の中にいてもね気づかないケースが多いそうなんですよ。スキューバーダイビングのダイバーさんもですね気づかずに触ってしまったりするケースもあるそうで、海底にいるとこんなの分かんないですよね。この毒の部分死んでるとはいえまだ残っています。後でねこちらを除去してから下処理に移りたいと思います。ちょっと今日はねピリついた回になるかと思うんですけれども、気合を入れてね頑張っていきたいと思います。それではねいつもの参りましょう。それでは本編をどうぞ。今を思えばもう怖くないさ。